卓越した戦術で奇跡を見せた機体 XM-X1F97 クロスボーンガンダム X1。クロスボーンガンダム X1 は1994年に連載された漫画機動戦士クロスボーンガンダムに登場する機体です。クロスボーンガンダム X1 は宇宙海賊クロスボーンヴァンガードが所持する機体で、劇場版アニメ機動戦士ガンダム F91 の主人公だったシーブック・アノーことキンケドゥ・ナウの登場機であり、開発した海軍戦略研究所であるサナリーがクロスボーンヴァンガードへの協力を決定し、多惑星用のモビルスーツ開発に本格的に取り組んだ初めての機体でもあります。クロスボーンガンダム X1 キンケドゥ出る。クロスボーンガンダム X1 は機動戦士ガンダム F91 の主人公機ガンダム F91 とは同系列の試作機となっているため、開発元のサナリーでの形式番号は F97 となっていますが、開発元を偽装するために XM-X1 という形式番号になっています。クロスボーンガンダム X1 は背中に広がる X 字のスラスターが大きな外観的特徴となっています。これは木製の高重力に対応するためにスラスター設計の見直しが図られたものとなっています。従来のモビルスーツは全身くまなく小型バーニアを多数配置することで高機動化を実現していましたが、高重力の木製剣で同じ方法を採用すると個々のバーニアを大型化する必要があり、それに合わせて大型ジェネレーターも必要になるので、機体重量が増加してしまい実用性が乏しいモビルスーツになってしまうという欠点がありました。そこでメインスラスターの向きをフレキシブルに稼働させて方向転換をするという独特の方法を採用。これにより機体重量はそのままに高機動化を実現しています。またこの当時の対モビルスーツ戦においてはビームシールドなどの普及により遠距離での射撃戦は戦術的に効果が低いと考えられていました。さらにクロスボーンヴァンガードの指導者ベラロナの意思により敵パイロットを極力殺傷しないというポリシーが反映された本機は、彼らの戦闘思想を満たすべく接近戦をより重視した設計が施されています。しかしその設計思想や機動特性、武装の特殊性などからパイロットを選ぶ機体となっており、進化を発揮できるかどうかはパイロットの技量によるところが大きくなっています。クロスボーンガンダムは接近戦に強く調整されている。近接戦闘に主眼を置かれていることから、頭部と胸部は近接戦闘時の弱点となるダクト類を極力削減した構造となっているため、時として機体の強制排熱を必要とします。強制排熱には F91 同様にマスクのフェイスオープン機構が採用されており、機体制御を補助するために F91 同様にバイオコンピューターが搭載されています。デザインに関して頭部のドクロレリーフなどの海賊をモチーフにした衣装や装飾はサナリーから機体を引き渡した後に施されたもので、クロスボーンヴァンガードは自称宇宙海賊なのでハったりのために行っていますが、実際は極力人を殺さないというマザーヴァンガードの艦長ベラロナの唱える不殺主義となっています。ちなみにこのデザインを提案したのはクロスボーンヴァンガードに所属するローパイロットのウモンサモンだと語られているのですが、この人物自称ニュータイプのお調子者というキャラクターではありますが、一年戦争時にボールに登場し6機のリックロムを撃墜したという恐るべき腕の持ち主でもあります。劇中ではあっさり笑い話とされていますが、これって相当すごいのでは。クロスボーンガンダムシリーズに共通している機構としてコアファイターがあります。これはコックピット部分が分離して脱出ポッド兼用の低戦闘機となるコアブロックシステムが導入されており、ドッキング方式は同じくサナリーが開発したクラスターガンダムと同様のホリゾンタルインザボディ方式、いわゆる水平合体方式が採用されています。木製の高重力に対応しているので、容易に1G以上の重力の影響を振り切ることが可能となりました。また結果として地球大気圏内ではスラスターの推力のみで単体飛行ができます。なおクロスボーンガンダム X1 はサナリーが実戦データを収集するために配備したものであるため、それを条件にサナリーからの補給を受けています。そのため装備の大半が正式なものではなく実験武器を持っています。クロスボーンガンダム X1 の代表的な武器としてザンバスターがあります。これはビームピストル、バスターガンと粒子加速式ビームサーベル、ビームザンバーの2種類の武器に分離するマルチプルウェポンです。統合時はビームライフルとして機能するほか、先込め単発式のグレネードランチャーとしての機能を持ち、
核弾頭を含む各種弾頭の射出が可能です。このザンバスターの名称の由来は、無敵超人、ザンボット3に登場する主役メカ、ザンボット3の武装、ザンボットバスターに由来します。また、ザンバスターに組み込まれるビームザンバーは、名前の由来はザンバトウから来ており、バスターガンと同じく、その形状は、海賊を連想させるカットラスに似ています。出力が高く設計されていますが、それに加えて、ビームの粒子を縦方向に加速することで、一層威力を高めるという構想の武装となっているため、通常のモビルスーツが装備するビームシールドやビームサーペルなら、兵装ごと本体を切り裂くことができる威力を持ちます。次にブランドマーカーです。X 字状に配置された4本のスリットから発信されるビームで、四角錐状のビーム場を形成するビーム発信機です。両前腕に各1機ずつ装備されており、ビーム発信部を拳の前に回し、メリケンサックのようにして敵を殴りつけることができるほか、ビーム出力を変化させてビームシールドとしても使用でき、脱着も可能な兵装です。劇中では F91 との戦いで、当時最高クラスの威力を誇るベスバーを2機のブランドマーカーで受けて、さらに減衰したビームをビームザンバーで受け止めて防ぐという戦い方を披露しています。また、さらに、ヒンケルの起点によって、ブランドマーカーを用いて、地球の大気圏へ突入も成功させています。もう一つの特徴的な武装として、シザーアンカーがあります。腰部前面の装甲が変形し、敵や物体をつかむアンカーとして射出されます。劇中では、木星帝国へ攻め込む際、1人40機を相手にしなければならないという、多数の敵を相手にしますが、ビームザンバーを投げつけて敵機を撃墜し、敵機に突き刺さったビームザンバーを回収するためにシザーアンカーを射出し、ビームザンバーを掴んだシザーアンカーをぶん回すことで、多くの敵機をなぎ払うという使い方がとても印象的となっています。これらの武器以外にも、両肩分、ビームサーベル、両脚分、ヒートダガー、そしてバルカン砲を装備しています。近接戦闘に特化した機体だけに、手持ち武装だけではなく、足の裏からヒートダガーの刃の部分を突き出して敵機を蹴りつけるといったことも可能となっています。防御兵装で特徴的なのが ABC マントです。アンチビームコーティングマントの略で、巨大な布状にした対ビーム兵器用追加装甲になっています。本機のほぼ全身を覆うことができ、同1箇所へのビーム対弾性能は、パイロットのキンケドゥーナウ曰く平均で5発とされています。しかし、ベスバーのような強力なビームは、完全には防ぐことはできません。また、ビームシールドと違い、ビームが着弾するとマントが蒸発して機体を守る仕組みになっているので、本機のエネルギー消費を抑えることが可能で、隠密性にも優れている兵装です。合わせて、クロスボーンガンダム X1 回の解説もさせていただきます。こちらは、木星帝国、ジュピターエンパイアの特殊部隊、死の旋風隊デスゲイルズのモビルスーツであるクワバーゼの装備するスネークハンドに対抗するため、新武装、スクリューウェッブを装備した機体です。スクリューウェッブは、ドリル状の先端を高速回転させることで貫通力を高めた武器であり、後部スカート内に2機搭載しています。X1 は、シザーアンカーを用いて、敵機を捕獲したり、投げた武器を掴んだりしていましたが、X1 回では、シザーアンカー用のチェーンが収納されていたスペースを利用して、スクリューウェッブを搭載しているため、シザーアンカーを使用できなくなっています。マザーヴァンガードの技師長から、接近戦における武器のリーチが足りないなら、より、リーチの長い武器を装備すれば良いという単純明快な発想によって、誕生した武装でした。スクリューウェッブは、即席で開発したこともあり、性能は、クワバーゼが持つスネークハンドには及びませんが、リーチでは、牽制に十分な武装でした。最終的には、前述の技師長の言葉通り、わずかなリーチの差が功を奏してクワバーゼを撃破しました。ちなみに、作中で、クワバーゼのスネークハンドのビーム層に、スクリューウェッブが触れていますが切断されていませんでした。もしかすると、設定にはありませんが、タイビームコーティングが施されていたのかもしれません。クロスボーンガンダム X1 は、劇中で、ヒンケルの卓越した戦闘センスによって、その近接戦闘に特化した性能を遺憾なく見せつけました。クロスボーンの戦い方を研究し尽くしたというデスゲイルズ隊のクラッバーゼ、アビジョ、トクガの3機と交戦し、両腕を切り落とされて危機に瀕するも、バルカン、ヒートダガー、シザーアンカーといった全ての武装を使いこなし、起点を利かせた戦い方で撃退することに成功しています。さらに、
F91 との戦いでは、遠距離専用の F91 に対して、近距離専用のクロスボーンガンダム X1 では不利だというも、うまく武装を活用して F91 へ接近し、中破させることに成功。その後、クロスボーンガンダム X2 回との戦いに敗れるも、キンケルは奇跡的に生還しました。劇場版機動戦士ガンダム F91 でシーブックが見せた活躍以上に、卓越した戦略で、どんな危機も乗り越えていくキンケルの姿に心躍らされた方も多いのではないでしょうか。奇跡を見せてやろうじゃないか。余談として、2019年に発売されたメタルビルドクロスボーンガンダム X1 には、遠隔サイコミユニットビリーという鳥型ロボットが付属されています。ビリーは、機動戦士クロスボーンガンダムシリーズの漫画家である長谷川雄一氏によってメタルビルド向けにオリジナル設定で描かれたのですが、後日漫画へ逆輸入されました。そして機動戦士クロスボーンガンダムラスト7巻にて4番目のクロスボーンガンダムである X0 のデータをもとに木製でコピーとして作られた X13 のサポートメカとして登場し、一発キリの遠隔ミサイルとして使用されました。なおサナリーはサイコミ技術に強くないことから、一発キリであるにもかかわらずパイロットに大きな負荷をかけるため、あまり使い勝手は良くないという設定となっています。今回はこれで以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければもう一本動画を見ていただければとても嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。